こんにちは、アルソレルです。バイトがブラックすぎるんで、金いくらを自分で作ってみたいと思います。もともとある立方体は使わないんで、デリートキーで削除しておきます。では、中の稚魚から作ります。シフトプラス A のメッシュから平面を追加します。RX90 で立たせます。点キーの位置で正面からのビューにします。タブキーで編集モードにします。コントロールプラス R で縦に1本、真ん中に辺を挿入します。コントロールプラス B で今挿入した辺にベベルをかけます。マウスホイールを動かしてセグメントを2にします。この幅が稚魚の背骨の太さになります。次にコントロールプラス R で横に1本、真ん中よりもちょっと上あたりに辺を挿入します。そしたら一番上の真ん中の頂点と今挿入した辺の右端の頂点を選択して J でつなぎます。反対側も同じようにつなぎます。そしたら一番上の頂点の真ん中以外を全部選択してデリートキーで頂点を削除します。この三角形が稚魚の頭になります。続けて体と尻尾を作ります。コントロールプラス R で下半分を横に6等分します。そしたらフルキーの2で辺選択にします。左右それぞれ端っこの辺のうち下から2つ目、4つ目、6つ目を選択してデリートキーで辺を削除します。フルキーの位置で頂点選択にします。自動頂点マージをオンにします。右端の頂点のうち下から2つ目、4つ目、6つ目を選択して G で左にスライドさせて頂点をマージさせます。反対側も同じようにスライドさせてマージします。A で全選択して S、Z でちょっと縦に伸ばします。三角形が4つあるうちの一番上が頭で、その下が体と尻尾になります。そしたら体の骨の上側の左右それぞれ端っこの頂点を選択して S、X でちょっと幅を狭めます。同じように下の骨も幅を狭めます。こっちは上よりもちょっと細くなるようにします。さらに尻尾も同じように幅を狭くします。尻尾はもうちょっと縦幅が欲しいんで、一番下の頂点を横一列選択して G、Z で下に伸ばします。これで稚魚のおおよその形ができました。次に尻尾に穴を開けます。フルキーの3で面選択にします。尻尾の左右の三角形の面をそれぞれ選択して I で面を差し込みます。三角形の内側の辺が背骨にぴったり合うようにしたいんで、三角形を移動させるガイドとして、差し込んだ三角形から背骨に向かって一旦辺を作ります。フルキーの位置で頂点選択にします。差し込んだ三角形のそれぞれ背骨に近い頂点を2つずつ選択します。J で頂点をつなぎます。そしたら G で頂点をスライドさせて三角形がそれぞれ背骨にひっつくようにします。ちょっと縦に潰れている気がするんで、左右それぞれの三角形の上の頂点を選択して G で上に移動させます。そしたら三角形を左右それぞれまた選択してデリートキーで面だけを削除します。これで尻尾に穴を開けれました。次に目の部分を切り抜きます。頭の三角形の縦3本の辺のうち左右2本の辺の頂点をそれぞれ選択します。右クリック細分化を選択します。今作った2個の頂点をつなぐように K、A で横に1本辺を作ります。作った計5つの頂点を選択してコントロールプラス B でベベルをかけます。セグメントは2にします。だいたいちょうど真ん中の四角形が正方形になるイメージです。真ん中の四角形の中心の頂点は不要なんで、コントロールプラス X で頂点を溶解します。四角形を選択して、オルトプラスシフトプラス S で円に近づけます。係数が1になるようにしてください。そしたらそのまま I で面を差し込みます。さらにそのままデリートキーで面だけを削除して切り抜きます。
これで目が切り抜けました。目のサイズを変えたい場合は S で拡大縮小してください。そしたら今頂点が少なくってカクカクした円なのでサブディビジョンサーフェスをかけて滑らかにします。モディファイアプロパティからサブディビジョンサーフェスを追加します。レベルは2にします。これで綺麗な円になりました。三角形の角も丸みを帯びていい感じになってくれるんですけど、レベル2やと若干カクついたままなんで気になる方はもうちょっとレベルを上げてみてください。卵の中に入れちゃえば近くで見ない限りはそんなに気にならないかなと思うんで、動画ではこのまま進めます。丸まってほしいところは綺麗に丸まってくれたんですけど、逆に角張ってほしいところまで丸みを帯びちゃってるんで、ベベルをかけて調整します。ちなみに、きっちり90度角を立たせたい場合は、ベベルじゃなくってクリースをかけた方が楽ちんです。モディファイアプロパティからベベルを追加して、サブディビジョンサーフェスの上に移動させます。影響範囲を頂点にします。すると、角張ってほしいところは角張ってくれたんですけど、今度は各三角形の角の丸みがなくなっちゃいました。なので、角張ってほしいところだけベベルが適用されるようにします。角張ってほしい背骨の頂点を縦2列と、切り抜いた尻尾の先の頂点を選択して、アイテムタブから頂点データの平均ベベルウェイトを1にします。ベベルモディファイアの制限方法をウェイトに変更します。これでベベルウェイトを設定した頂点にのみベベルがかかるようになりました。セグメントが1やとまだ丸みが強すぎるんで2に上げておきます。これで稚魚の形ができました。あとは厚みをつけて丸めていきます。まず厚みをつけるためにモディファイアプロパティからソリッド化を追加します。幅を大きくします。尻尾がいびつになっちゃったので綺麗にします。K、A で右側の尻尾の切り抜いた三角形の右下の頂点を縦に通る辺を作ります。左側も同様に辺を作ります。尻尾の根元ら辺もいびつになっちゃってるんで、切り抜いた三角形の上の頂点からそれぞれ左右に伸びる辺を作ります。これで綺麗になりました。次に丸めるためにモディファイアプロパティからシンプル変形を追加します。モードを曲げに変更します。変な風に曲がっちゃうんでタブキーでオブジェクトモードにしてコントロールプラス A で回転とスケールを適用します。これで綺麗に曲がるようになりました。ついでに右クリックからスムーズシェードを適用しておきます。変な影ができちゃってるんでオブジェクトデータプロパティのノーマルにある自動スムーズにチェックを入れます。では、シンプル変形モディファイアの角度を大きくしてお好みの曲がり具合にします。稚魚の原点を中心に曲がってるんで、もうちょっと下の方から曲げたい、上の方から曲げたいっていう場合は、A で全選択して GZ で上下に動かすと曲げる位置を変更できます。これで稚魚ができました。では、黒目を作ります。シフトプラス A のメッシュから異呼吸を追加します。右クリックスムーズシェードを適用します。S でちっちゃくします。GZ、GY で目の位置に移動させます。いろんな角度から見て位置を調整します。動画ではすっかり忘れてるんですけど、コントロールプラス A で回転とスケールを適用します。これで黒目ができました。ガタつきが気になる方はサブディビジョンサーフェスを追加してみてください。最後に卵を作ります。シフトプラス A のメッシュから異呼吸を追加します。右クリックスムーズシェードを適用します。モディファイアプロパティからサブディビジョンサーフェスを追加します。レベルは2にします。そしたら稚魚を卵の中に収めます。Alt プラス Z で透過表示をオンにします。点キーの3で横からのビューにします。S で卵を拡大します。稚魚と黒目を選択して G、Y で移動させます。動画ではすっかり忘れてるんですけど、コントロールプラス A で回転とスケールを適用します。これで金イクラのモデリングができました。続けてマテリアルを設定します。シェーダーエディターを開きます。
シェーディングタブを押して切り替えるか、下から引っ張ったりして画面分割をしてシェーダーエディターに切り替えます。レンダープレビューにします。金イクラは透けてたり発光してたり、中の稚魚に金属光沢があったりと、結構周りの環境に影響されやすいと思うんで、もし一緒に並べたいオブジェクトとか環境があるようでしたら、先に取り込んでしまってからマテリアルの設定をした方がいいかなと思います。動画では使いたいオブジェクトも環境もないんで、とりあえずプリセットの環境テクスチャを使っておきます。では稚魚から設定します。卵は邪魔なんで H で隠しておきます。稚魚を選択してマテリアルを新規追加します。プリンシブル BSDF のベースカラーを黄土色に変更します。ピカピカさせたいんでメタリックの値を上げます。今回は 0.5 にしました。粗さを下げてさらにピカピカにします。そしたら白目を塗り分けます。タブキーで編集モードにします。フルキーの3で面選択にします。くり抜いた円の外側を一周選択します。マテリアルスロットのプラスを押してスロットを追加します。割り当てを押します。マテリアルを新規追加します。これで白目には別のマテリアルが適用されました。ただ、今、白目の部分がサブディビジョンサーフェスの影響で歪になっているので整えます。フルキーの2で辺選択にします。今選択している円の外側の辺だけを選択し直します。シフトプラス E で辺にクリースをかけます。係数が1になるようにしてください。タブキーでオブジェクトモードにします。これで綺麗な円になりました。プリンシブル BSDF のベースカラーを白色にします。本体と同じようにメタリックの値を上げて粗さを下げます。そしたら白目の部分はちょっと光っているような感じなので、放射のカラーを黒色から白色に変えて光らせます。今回は放射の強さを 0.5 にしておきました。環境に合わせつつお好みの光具合に調整していただければと思います。次に黒目にもマテリアルを設定します。黒目を選択してマテリアルを新規追加します。プリンシブル BSDF のベースカラーを黒色にします。黒目も本体と同じようにメタリックの値を上げて粗さを下げます。これで黒目にもマテリアルが設定できました。最後に卵にマテリアルを設定します。Alt プラス H で非表示にしてた卵を再表示させます。卵を選択してマテリアルを新規追加します。プリンシブル BSDF の電波を1にして透明感を出します。今のままやと透明感がわからないんで、レンダープロパティからレンダーエンジンをサイクルズにします。これで中の稚魚が透けて見えるようになりました。もやもやしたすりガラスみたいになってるんで、プリンシブル BSDF の粗さを下げます。動画では0にしたんですけど、そうすると周りのものが結構映り込むんで、お好みの値にしていただければと思います。そしたら今、中の稚魚が実際よりも大きく見えてます。これは卵を通して見たものが屈折して見えてるからなんですけど、そんなにリアルに屈折しなくていいよっていう場合は、プリンシブル BSDF の IOR を1に近い値に下げてみてください。動画では自然界と同じ屈折率にしたいと思うんですけど、魚卵の中の液体の屈折率はわからないんで、とりあえず水と同じで 1.33 くらいにしておきます。そしたら卵を S で大きくします。サイズを変更したんで、コントロールプラス A で回転とスケールを適用しておきます。では、卵の中心を濃い黄色、で外側を薄い黄色に塗り分けていきます。シフトプラス A のカラーから RGB ミックスを追加します。シフトプラスコントロールを押しながら、追加した RGB ミックスをクリックしてプレビューにします。RGB ミックスはその名の通り、色1と色2をミックスしてくれるノードです。例えば今の状態やとこんな風に色1と色2の割合が係数の値に応じて変化します。ではこの係数の値を調整して内側と外側を塗り分けれるようにします。RGB ミックスの係数に卵の中心を塗り分けるノードをつないでいきます。
シフトプラス A の入力からフレネルを追加します。シフトプラスコントロールを押しながらフレネルをクリックしてプレビューにします。フレネルは角度によって反射の度合いが変わる効果です。球体やといまいちわかりにくいかもなんですけど、平面やとこんな感じです。角度によって水面がすっごい反射したり、あるいは水中がよく見えたりするあの効果のことです。フレネルノードはその効果を簡単に作ってくれるノードです。今、卵の外側が白っぽくって、内側に行くにつれて黒っぽくなってるかと思います。このフレネルノードの係数と RGB ミックスノードの係数をつなぎます。シフトプラスコントロールを押しながら RGB ミックスをクリックしてプレビューにします。そうすると RGB ミックスノードの係数につながっているフレネルノードの黒色の部分に RGB ミックスの色1が、で白色の部分に RGB ミックスの色2が適用されました。なので色1をオレンジっぽい黄色に、で色2を薄い黄色にします。これで内側が濃い黄色になったかと思います。では RGB ミックスノードのカラーをプリンシブル BSDF のベースカラーにつなぎます。シフトプラスコントロールを押しながらプリンシブル BSDF をクリックします。そうすると外側が若干白っぽくなりました。もうちょっと白っぽい部分を大きくしたいんで、シフトプラス A のコンバーターからカラーランプをフレネルノードと RGB ミックスノードの間に追加します。カラーランプノードのカラーストップを動かして内側の黄色の大きさを調整します。カラーランプノードをプレビューしながら調節するとやりやすいかと思います。内側の黄色の大きさは中の稚魚と合わせるといい感じになるかなと思います。では最後に金イクラをちょっと光らせます。プリンシブル BSDF の放射のカラーを薄い黄色にします。そうすると全体的に光を放つようになるんで、さっき塗り分けた外側の白っぽい部分だけを光らせるようにします。放射は放射の強さで調整することができて、数値が大きくなるほど光が強くなります。ここにカラーランプノードのカラーをつなぎます。すると外側だけが発光しているような感じになりました。これはどういうことかというと、カラーランプノードで調整した白黒情報が数値としてプリンシブル BSDF の放射の強さに入力されています。ブレンダーでは白色と黒色はそれぞれ数値に置き換えると1と0で表されます。なのでこのカラーランプノードで調整した外側の白い部分は数値では1。で、黒色は0で表せるんで、中心に向かって0へと近づいていってます。この情報が放射の強さに入力されるんで、数値の大きい外側はより強く発光して、内側に行くにつれて弱く発光しています。そしたら、ちょっと放射が強すぎるんで調整します。シフトプラス A のコンバーターから数式ノードをカラーランプノードとプリンシブル BSDF の間に追加します。計算方法を乗算にします。下のソケットの値を0から1の間で調整します。乗算は上のソケットの値かける下のソケットの値なので、白いところ、数値やと1のところは1よりもちょっとだけ値がちっちゃくなって、黒いところ、数値やと0のところは何をかけても値は0のままです。なので白いところが全体的にグレーに、値が0に近づくんで放射が弱くなる仕組みです。乗算ノードはなくてもいいんですけど、加えるとより自然な感じになるかなと思います。これで金イクラにマテリアルが設定できました。ここからはプラスアルファ的な感じになります。今、金イクラは電波を1にしてるんでスッケスケかと思います。現実世界ではこれが自然かなと思うんですけど、実際スプラの中では金イクラは中の稚魚は見えるけど背景はそんなに見えないような感じになってるかと思います。それを再現してみたいと思います。考え方としては卵の放射の強さを外側と内側で切り替えたのと同じで、電波の強さを卵の正面と裏側で切り替えることで中身は透けて見えるけど背景は見えないという風にします。では、シフトプラス A のテクスチャーからグラデーションテクスチャノードを追加します。
そのままコントロールプラス T でマッピングノードとテクスチャ座標ノードを追加します。今、マッピングノードのベクトルにはテクスチャ座標ノードの生成がつながってると思うんで、オブジェクトとつなぎ直します。シフトプラスコントロールを押しながらグラデーションテクスチャノードをクリックしてプレビューします。グラデーションテクスチャノードのタイプを放射に変更します。今、卵に Z 軸を軸にぐるっとグラデーションがかかってるかなと思います。この範囲を調整するためにシフトプラス A のコンバーターからカラーランプノードを追加します。グラデーションテクスチャノードのカラーとカラーランプノードの係数をつなぎます。シフトプラスコントロールを押しながらカラーランプノードをクリックしてプレビューにします。正面と裏側で電波の強さを切り替えるために半分が黒色で半分が白色になるように調整します。まず白と黒の塗り分けはきっぱり行いたいんで、カラーランプノードの保管モードを一定にします。真っ黒になっちゃってるんで、右側の白色のカラーストップを動かします。ちょうど半分の 0.5 まで動かすと白黒が半分の1で塗り分けられるかと思います。白色は1、黒色は0なので、白いところが電波1になってスケスケ。で、黒いところが電波0になって不透明になります。では、カラーランプノードのカラーとプリンシブル BSDF の電波をつなぎます。シフトプラスコントロールを押しながらプリンシブル BSDF をクリックします。するとこんな風に中は透けて見えるけど背景は透けて見えないようになりました。ただこれはこの角度から見た時限定で、別の角度から見るとこんな風になっちゃいます。見る角度を変えるたびにカラーランプで調整するのはちょっとやってられないんで、自分の視点に追随してくれるようにします。シフトプラス A の入力からライトパスノードを追加します。ライトパスノードのカメラレイとプリンシブル BSDF の電波をつなぎ直します。せっかく出したんですけど、テクスチャ座標ノードからカラーランプノードまではもういらないんで、デリートキーで削除しておきます。ライトパスノードのカメラレイは今直接見えているところを白色、つまり1。で、何かを通してみたり反射して見えているところを黒色、つまり0で表してくれます。なので例えばこんな風に手前に透明な板があると、そこを通して見えている場所は黒くなります。これと同じことが金イクラ内でも起きてます。金イクラの表面はいつどの角度から見ても直接見えてるんで白色。ただ手前の金イクラの殻を通して見える後ろ側の卵の殻は黒色になります。なので手前は透けてて奥は透けないような表現ができます。これでどの角度から見ても正面が透けて後ろが不透明になるようになりました。最後にちょっと後ろ側が不透明すぎるんで、ライトパスノードとプリンシブル BSDF の間にシフトプラス A のコンバーターから数式ノードを追加します。計算方法は追加のままにしておきます。上の値につないだカメラレイの情報に下の値が加算されます。そうすると裏側が0じゃなくてちょっと1に近づくんで、ほんの少し電波の値が上がります。これでほんの少し後ろ側も透けるようになりました。これでマテリアルの設定ができました。あとはライティングとかカメラの位置を調整したりして F12 キーを押して出力です。お疲れ様でした。